もしあなたが恋に落ちた相手が既婚者だったらどうしますか。1993年の東京都日野市、午前6時30分頃、当時34歳だった男性は出勤のために妻が運転する車で最寄り駅に向かいました。妻が自宅の団地に戻ってきたのは約15分後のこと。このわずかな時間の間に夫婦の一番大切なものが永遠に失われることになるんです。なんと自宅が全焼。そして悲劇はそれだけではありませんでした。部屋で眠っていた2人の子供が焼死し、見るも無残な姿で発見されたんです。火災の原因はガソリン。何者かによる放火であることは明らかでした。そして事件の2ヶ月後、犯人が出頭してきます。幼い子供たちの命を奪ったその犯人はなんと夫の不倫相手だったんです。不倫相手の女性によって起こされてしまった放火殺人事件。彼女はなぜ子供たちが眠る家に火をつけたのか。この事件の裏には男女関係の泥沼があったんです。おさす、コーヒー大好き、ケンちゃんです。メトラーの愛人、やみやみこです。いつか。本日皆様にご紹介するのは、なんと不倫相手による放火殺人事件についてなんです。人を殺すほどハマっちゃってるってもう正気じゃないわよ、この人。しかも罪のない子供たちまで犠牲になってしまったこの事件。しかしなんですが、なんと犯人に同情のね、声っていうのが当時上がっていたんです。放火犯の方に。いや、そうなんですよ。というのもね、いろんな事情があったんですよね。というわけで、一体なぜ犯人は放火するまでに至ってしまったのか、その経緯から見ていきたいと思います。ハマっていく男女。今から32年ほど前の1989年、東京都府中市に所在する大手電機メーカーの工場で2人の男女が出会います。野口康彦30歳と東野エリカ23歳。もちろんこの時は誰もこの出会いが悲惨な事件を引き起こすきっかけになるとは知る由もありませんでした。康彦は新入社員であるエリカの上司。エリカは高身長で7歳も年上の康彦に憧れの気持ちを抱いたのかもしれません。立場上一緒にいることが多かった2人。その距離は次第に縮まっていき、時折2人きりでデートを楽しむようになっていくんです。しかしこの交際にはある問題点がありました。それは康彦が既婚者だったことにもかかわらず、お互いを師匠キャシーと呼び合う仲に発展するんです。キャシーってなんであだ名まで付き合っちゃって、完全に浮かれちゃってんじゃないのよ。あだ名はつけるんじゃないですか。あんたなんか呼ばせてんの？ケンちゃん。普通やん、そんな。いないけどね。そして不倫関係はどんどんエスカレートしていくんです。もっと康彦さんといたい。そう思ったエリカは実家を飛び出し、なんと康彦の家族が暮らす日野市でアパートを借りて一人暮らしを開始。この頃はまだお互い肉体関係を持つことには躊躇があったんです。しかしやがてそのブレーキも効かなくなっていきます。それはエリカの25歳の誕生日の前日。この日は多摩川の花火大会でした。2人は花火大会を楽しみ、康彦はエリカにラジカセと CD をプレゼントします。そしてその帰り、エリカのアパートで初めて深い関係になったんです。なるほどね。これを境に2人の関係はより深みにはまっていきます。相手がさ、結婚してるってこと知らなかったんならまだわかるけどさ、知ってた上で、こんな歯止めが効かないもんなの？人間ってね、ダメだよって言われるとね、逆に燃えちゃうみたいなタイプもね、いるんですよ。あるわね。で、これはね、心理学ではね、ロミオとジュリエット効果とも呼ばれているんです。ロミジュリ。というわけで本日のメトラキーワード。ロミオとジュリエット効果とは、主に恋愛などにおいて障害があった方が逆にその障害を乗り越えて目的を達成しようとする気持ちが高まる心理現象のこと。このロミオとジュリエット効果を裏付けたのが1972年に発表された実験です。アメリカの心理学者リチャード・ドリスコールは140組のカップルを一定期間調査し、2人の間の熱愛度と障害度を数値化しました。そしてその相対関係を分析した結果、親の反対といった恋愛の障害があるカップルの方が熱愛度が高いと判明。禁止されるほど逆にやりたくなるという心理効果が働いたと考えられているんです。なるほどね。だからロミジュリってなんか障害がなかったらロミオとジュリエットの物語なんて成り立たないもんね。そうですね。はい、出会いました。はい、めでたし終わり。ハッピー。しかし最近の論文ではドリスコールの発表内容が一部否定されています。ロミオとジュリエット効果で燃え上がった恋愛関係は一時的なものに過ぎないというんです。例えば家族や友人といった周囲の人々に祝福されているカップルと反対されているカップルを比較したところ、前者の方が長続きするという結果になりました。そりゃそうよ。当たり前の説っちゃ説なんですけど、なんでエリカがそうなったのかっていうところ気になりますよね。というわけでエリカっていうね、このね、女の半生を見ていきたいと思います。エリカの半生。
1966年、エリカは東京の下町で生まれます。実家は印刷業を営んでおり、エリカは懸命に働く父親の背中を見て育ちました。家庭環境が良かったおかげか、小さい頃から近所で評判の賢い子供だったそうなんです。エリカは小学生の頃からピアノ、踊り、習字、お茶など数々の習い事をそつなくこなしました。いくつ習い事してんのよ。もう完全にお嬢様じゃないこれ。いや、そうなんですよ。もう着々とお嬢様街道、まっしぐらの人生を歩んでいくんです。こうして成長したエリカは受験を経て都内の私立女子中学校へ進学。その名門女子校で6年間を過ごし、過酷な大学受験も乗り越え難関大学に見事合格するんです。かなり華やかに聞こえる経歴なんですが、エリカには一つ心残りがありました。学生時代一度も男性と恋愛関係になることがなかったんです。大学では女子より男子が圧倒的に多い理学部だったんですが、ここでも男性と付き合うことはなく、学業を優先する勤勉さ。そして大学卒業後、大手電機メーカーへの就職を決め、システムエンジニアとして働くことになるんです。そして結果的に順風満帆だった人生を狂わせる男、安彦と出会ってしまうんです。安彦が完全に初めての男性だったってことでしょこれ。いや、そうなんですよ。人生初っていうのもね、あったかもしれないんですけど、つまりもう全てが初体験ということで、刺激がね、強かったのか、どんどんのめり込んでいってしまったんです。初にしてはね、なかなか刺激的ね、この。そしてね、着実にキャリアを歩んでいたエリカが、決定的に道を踏み外してしまうんです。悲劇へのカウントダウン。2人が出会ってから4年後の1993年5月、ある出来事がエリカを追い詰めることになります。それはエリカの元にかかってきた1本の電話。この電話の主は安彦でした。そして彼はエリカにこんなことを告げるんです。俺と別れてくれないか。この突然の別れ話にエリカは戸惑いを隠せず返事を戸惑ってしまいます。不倫とはいえ簡単に受け入れられるはずがないんです。すると電話口から女性の声が。その声は怒りに震えていました。あんたがエリカね。うちの旦那と別れてください。そう、それはなんと安彦の妻だったんです。その後2人は口論になり、エリカは妻に厳しく非難されます。そしてついにエリカは妻に謝罪の言葉を口にしたんです。実はエリカの元に電話がかかってくる数分前、こんなことがありました。安彦の妻が自宅の電話機のリダイヤルボタンを押したところ、エリカに繋がってしまったんです。私に隠れて電話するような女がいるの。こうして妻に詰め寄られた安彦は不倫関係について洗いざらい白状。妻は安彦に平手打ちを繰り返した後、その場でエリカに電話をかけて別れるように迫ったんです。奥さんめちゃくちゃ強いじゃない。もうこれで終止符打たれたんじゃないの？いや、そうなんですよ。これね、不倫関係は終わったんですが、ここから事態が泥沼化していくんです。電話口でエリカは謝罪したものの、妻の気持ちは当然収まりませんでした。なんと毎日のようにエリカに電話をかけ口論を繰り返したんです。何を言っても妻から暴言を浴びせられ続ける日々。エリカは徐々に疲弊していくんです。一時はエリカ自身で家事調停を起こし、第三者を交えて解決の道を探ろうとしたようなんですが、結局同じ年の12月、ついに事件が起こってしまうんです。確かに電話攻撃はきついと思うけど、マジで。そうなんですよ。もうこの時点でね、エリカはめちゃくちゃ憔悴していて、もともと60キロあった体重が20キロあって40キロになってしまったんです。子供1人分ぐらい減っちゃってんじゃないの？これもう普通の精神状態じゃなかったってことでしょこれも。いや、そうなんですよ。もうここまでね、もう憔悴しきってしまったエリカ。事件当日に一体何をしてしまったのか見ていきたいと思います。犯行の一部始終。エリカは安彦の出勤時間や通勤経路を熟知。彼女は安彦と妻が車で出ていくのを物陰から見送ると団地に近づきます。その手に握られた袋の中身はガソリンを入れたペットボトル5本とガソリン入りのポリタンク。一家が暮らす部屋のドアの前に立つと、以前安彦から渡されていた合鍵を差し込みます。指紋がつかないように慎重にハンカチでドアノブを握り部屋に侵入。こうして忍び込んだエリカは6畳の居間に入ると、こたつの周りにガソリンを撒き始めるんです。そしてテーブルに残されていた安彦のタバコの吸い殻に火をつけて投げ込みます。瞬く間に炎が燃え上がるかと思いきや、何も起こりませんでした。慌てて辺りを見渡し、今度は近くにあったダイレクトメールを掴んで火をつけようとしたんですが、これも着火しません。間もなく安彦の妻が戻ってくると思うと気が焦ります。その時ふと自分の手に握られていたハンカチを見ると、なんと火がついていたんです。驚いたエリカは火を振り払おうとして手元のライターとハンカチを落としてしまいます。そして次の瞬間、なんと大爆発。一気にガソリンに引火したんです。エリカ自身も爆風に吹き飛ばされていました。彼女は玄関のドアに頭を強く打ちつけられて失神ですが、ほどなくして意識を取り戻し、よろめきながらも階段を駆け下り逃走したんです。爆発が起きた居間の奥には寝室がありました。ここにはなんと6歳の長女と1歳の長男が眠っていたんです。
一瞬にして起こされた爆発から逃げられるわけもなく、2人はその短い人生を終えることになりました。エリカをここまでむごい犯行に駆り立てたのは一体何だったのか。この後彼女の心の闇が明らかになっていきます。子供関係ないじゃないの。どこにエリカにさ同情する余地があるわけ。いや本当にそうっすよね、子供たちがマジでかわいそう、ですがね、エリカのね罪を問うこの裁判で、エリカがなんでそんなことになったのかっていうね、もう子供のことはマジで許せないんですけど、彼女なりのねある事情があったんです。犯人の心を真に追い詰めたもの。事件後、警察は安彦の不倫相手だったエリカを怪しみ、身辺を捜査していました。捜査の手が近づいていることを感じた彼女は、翌年の1994年2月6日、自ら警察に出頭したんです。そして2年後の1996年、裁判が行われると、徐々にエリカが追い込まれていった理由が明らかになっていきます。彼女を最も苦しめたものは、2度にわたる中絶。実は2人が出会ってから2年後の1991年頃、安彦はエリカに対しこんな風に話していたんです。もともと今の女房みたいなタイプと結婚するつもりはなかったんだよ。妻とはセックスレスでね、エリカと一緒になりたいよ。クソ野郎だな。初めての恋人に夢中だったエリカは安彦の言葉を真に受けていたんです。真に受けちゃダメよ。3つとも、もう浮気男の常套句じゃないのよ、こんなん。やっぱね、恋はね盲目ですよね。ほんと僕も騙されたことありますけれども、難しい。人生難しい。しかし、その年のクリスマスイブ、シャンパンを片手にエリカのアパートに遊びに来た安彦はこともなげに言い放ったんです。来年の夏、妻が出産するんだよ。この時のエリカは、そう、おめでとうございますと答えるので精一杯でした。しかし次第にある感情が芽生えるんです。それは嫉妬心。そしてエリカは奥さんとは子供を作るのに自分とは否認されるのは悲しい。そう思い安彦と行為をするとき否認を断るようになったんです。そして安彦はエリカの否認拒否の要求を受け入れました。その結果、翌年の1992年にエリカは安彦の子供を妊娠。しかし安彦に打ち明けたところ、今は時期が悪いんだよ、下ろしてほしいと頼まれます。安彦の妻とは離婚するつもりだから待っててほしいという言葉を頼りにエリカは中絶をしたんです。その後、安彦は妻と離婚の話は進めているよといった期待させる発言を繰り返していたんですが、2人の関係に変化は訪れませんでした。そして1993年、エリカは2度目の妊娠をするんですが、今度は自分の意思で中絶を選ぶんです。この頃には安彦への信頼が揺らいでいました。そして2度目の中絶の1ヶ月後、妻に不倫がバレた安彦から真実を知らされるんです。エリカに嘘をついていた。実は妻と離婚の話はしていないんだ。想像以上のクソ男じゃないのよ、もう。もうクソです、クソです、クソでございますが、このね安彦ね、エリカにねこの数々の虚言を言っていたとね、弁護団がねもうどんどん暴いていったんですよ、そしてさらにね、この事件の引き金を引いたのは安彦のね妻からのある言葉だったんです。連日エリカに電話をかけてきた妻はある時あざけ笑うように言いました。生きた子供を2回もお腹からかき出すような女なのよ、あんたは。この瞬間、エリカの心の糸がぷっつりと切れ、妻に対する罪悪感が憎しみに変わるんです。自分と同じように子供を失う体験をさせてやる。エリカは報復感情に支配され犯行に及んだんです。裁判は世間の注目を集め、エリカへの同情の声も少なくありませんでした。弁護団は情状酌量を求め最高裁まで争いました。そして2001年、ついにエリカの判決が言い渡されます。判決は無期懲役。この引き金になったとされるね安彦の妻の言葉なんですが、実は裁判でね安彦の妻はこの発言をねしたっていうことを否定しているんです。そして実際にエリカに対して言ったのは、自分もね前に長女を産む前にね流産をしたことがあるから、その辛さは分かると言ったはずだと主張しているんです。今となってはどっちが本当のこと言ってるかはもう分かんないけどね。そうですよね、録音してもいなかった、ですがね、明らかになっているのは何の関係もない子供2人が犠牲になっていることなんです。事情はねあるにしても、子供マジで関係ないんでね、この残酷さを考えるとね、エリカに対して僕はねやっぱ同情の気持ちは出てこないですよね。同情ね、じゃあ私もないわね。事件から28年経った今もエリカは刑務所で刑に服しています。安彦夫妻は東京を離れ新たに子供を設けたそうです。後にエリカは安彦さんの長男が自分が中絶したことを解任の時期が近いことから、自分の子の魂が入っているような気もして誘拐を考えたこともあったと告白しています。こうしたエピソードからこの事件が映画化もされた小説8日目のセミのモデルとなったと噂されているんですが、真偽は不明。恋愛の形は様々なんですが、やっぱり不倫では誰も幸せにならないんです。ハマってしまう気持ちが全くわからないわけではありません。恋愛の価値観は人それぞれだと思うんですけれど、身勝手な行動の犠牲になる人がこれ以上増えないことを祈ります。